ご覧の提供でお届けします。ただいま。士族の世界からお帰りなさい。もうね、あれ王様の気分が抜けずに、もう未だにすごく気品はい、が溢れ出てるんですけれども、なんかキラキラ輝いてます。皆様拝みなさい。ちょっと雰囲気が違う。バンソン帰ってきて、いつものバンソンさんに、すいませんちょっと偉くなりすぎちゃったそしてしかもね、今ちょっとねロン毛になりつつあるので、はいはい、琉球の貴族王族っていうよりフランスのフランスの、ね、王族みたいな感じで、このくるくるとポニテールみたいな感じが、もうね、かなさんがいつも言う、はい、白馬の王子様みたいな感じなんですけれども、言ってた？そんなに言ってました？言ってたと思いますけれども、でもね、そのフランスのルイ14世とかそういうね、王族ではなく琉球の王族、はい、そして世界遺産である式南園で、もうその昔の方々の、遊び、王様など士族の方々が外国のお客さんを歓迎する時の催し物だったりとか、料理とかをいろいろ楽しめる、もう貴重なイベントだったんですけれども、いやこれなかなか体験できないですよね。できないですよ。本当にもう貴重な場所、まず世界遺産、そこでタイムリープして、ちゃんと琉装を着て、そので実際皆さんが味わってた世界にもうどっぷりと潜れたっていう感じですね。まさにですよね。まさに潜れましたという感じなんですけれども、すごかったです。これっていろいろ切り取ってコンテンツ楽しむことができるんですよね。そうなんですよ。今後はね、さまざまなツアーには組み込まれるみたいですので、はい、現代の沖縄から琉球王朝時代へ、沖縄の伝統芸能、そして食文化の奇跡をたどる旅となっています。琉球芸能や宮廷料理、そして人間国宝などね、そうなんですよ。世界文化遺産式南園などの魅力を掛け合わせた宮廷士族体験を通して沖縄独自の歴史文化を学ぶユニークなコンテンツとなっていますね。ぜひ皆さん本当体験してほしいですね。そうですね。世界中から集まりそうですよね。集まりそうですね。今回クリスタルさん以外でも外国の方がいらっしゃったんですけれども、本当にそういう大事な文化を守っていく、継続させる、次の世代に渡るようにするっていうのは非常に大事なので、人間国宝の方もその大事な役割ですし、それを今でもそれを習っている若い方々もそれを見てすごい夢を感じるのありますし、ぜひ皆さんね、これからもう参加できるプランもどんどん出てきますので、沖縄を訪れたらもちろん外国の方もそうなんですけれども、本土から来られた観光客の方でも、そしてね、沖縄に住んでいてもなかなかできない体験なので、沖縄の方でもね、もう参加して楽しめるプランになっていると思いますので、ぜひぜひご参加ください。さて、ここで久しぶりにちょっと視聴者メッセージだ。視聴者メッセージが届いてますので、これフランスの方からです。すごい。そう、めっちゃ嬉しい。フランス語で結構長いのが来てるのでちょっとつまんでやりますけど、ありがとうございます。マリゴレさん、メルシボク。ボンジュー、ハイタイ。嬉しい。ハイタイ。マリです。私はフランス人で、なんとか頑張って日本語を勉強してます。日本語は難しい。でも私は好きです。プチ沖縄トラベラーを見て日本語の勉強にもなってます。フランス語の字幕もあるので、もう繰り返し見て練習してます。すごい。以前日本に来たことがあって、そこからも日本の文化とかいろいろ言葉とかも学び始めたんですけれども、大阪とか京都とかをすでに見てて、また行きたいって最初思ったんだけれども、結局ね、フランス
って日本通の方が多くて、日本のものを売れるところとか日本の展示会だったりとかいっぱいあるんですよ。なるほど。それがね実際このマリさんが言ってるのはマリオレさんが言ってるのは日本に来なくてもある程度フランスで見れたりとか手に入れたりとかすることもできるから、今後どうしようかな、日本の次に別の新しい趣味も探そうかなって思った時に、このプチ沖縄トラベラーを見つけて少しもう一回日本に行こうかなって断念してたところを沖縄だったらもう一回行きたいって思ってくれたので、嬉しい、めっちゃ嬉しいです。嬉しい、ありがとうございます。そして、マリさん質問たくさん書いてくれましたので、質問たくさんあるんですか？質問聞きましょう。まずかなさんへ質問です。私、沖縄の言葉ある意味方言って東京の言葉、つまり標準語と結構違うんですか？フランスでは標準語をもちろん勉強するんですけれども、沖縄に来たらちゃんと言葉が理解できますか？そして私が今習っている標準語が沖縄の方には伝わりますかって聞いてます。もちろん沖縄標準語ですよ。他にはですね、訛りとか内縄口っていうねものがあるんですけども、それはおじいちゃんとかおばあちゃんと話す時に出たりとか、また内縄口じゃないと伝わらないニュアンスっていうのもあるので、そういったものもなんか学んでみるのも面白いかもしれないですね。そうですね。帰りキャンティーとか。食べキャンティーとか。食べキャンティーとか。そうもっと食べたいけどもう入らないとか。カメとかも。本当は帰りたくないけどもう帰らなきゃとか。そのキャンティーという言葉の使い方標準語になかったりするんですけど。Mais pour expliquer simplement, Marie, en fait, c'est un peu comme le patois chez nous. Il y en a dans chaque région. Les personnes âgées en parlent, le parlent. Les jeunes générations beaucoup moins. Peut-être à Okinawa encore un petit peu plus, mais on utilise quand même le langage, on va dire, national français dans tout le territoire. Donc c'est exactement la même chose à Okinawa. On parle le japonais courant, mais le patois existe simplement, et parfois ils le parlent entre eux pour exprimer certaines choses, ou surtout les personnes âgées. 次の質問、クリスタルとヴァンソンへ。Comment s'est passé ton premier voyage à Okinawa? Quel déclic t'a poussé à vouloir t'y installer? 最初に沖縄に来たきっかけとなんで住みたくなりましたかっていう、僕は長く日本に住んでいたのでいろいろね実は別の番組日本中をある程度回ってたんですが、ずっと沖縄と縁がなくて行きたいのになかなか来れなかったんですよね。である時日本に来て6年目ぐらいでお母さんが日本に遊びに来た時にちょうど母の日でどっか連れて行きたい母の日のプレゼントとして日本の中のどこかに連れて行きたくて、でもせっかくだったら僕ずっと行きたくて行ったことない沖縄に行きたいなっていうふうに、思って沖縄に初めて来て、いいところだな、また来たいなってその時思って、そしたら2年に1度1年に1度頻度が気がついたらなんか1年で6回とか来てて、すごいもう効率悪いなっていうかもはや住めっていう感じでそこでちょっと幸いなことにテレビの方で番組をすることになって実際住むことになったんですけれども、徐々に沖縄愛がどんどん日本大好き、日本を愛してるっていう中で大好きな沖縄っていう感じで、クリスタルさんはね確かに大学院で来たんですね。留大で大学してたんです。The reason that I'm in Okinawa is because I was living in Tokyo and I wanted to study in Okinawa, and when I traveled here I didn't think I would live here, but then when I went back to Tokyo, I realized that I really want to live somewhere that has the ocean and like a slower lifestyle. So then I looked for schools in Okinawa and I started applying, and I was messaging the office people at the school every single day. And then I got into the university here, and then that's when I moved here. そして最後のコメントで、タイトル、番組のタイトル、プチ沖縄トラベラーってなんでフランス語が一言だけ入ってるんですか？プチっていうのは。プチってフランス語？ほらね。嘘。実はフランス人としてはプチってフランス語っていう感覚があるので、マリオレさんもフランス語じゃんここって思ってるんですけども、実は英語でもプチッっていう感じで言ったりするし、プチって日本語でも小さいとか、小さいってまさにそういう意味なんですけど、プチ旅とかって小さな旅行で使いますので、フランス語でもあるんですけれども、やっぱり自分がフランス人だから少しだけフランスらしさを出したかったけれども、それと同時に誰にでも英語圏の方でも日本語圏の方でも伝わる。
言葉にしたかったので、タイトルちなみに僕が選んだんですけれども、今知ったそれで言いましたね。すごいよく考えられてる、はい今更ながらこれからもすごい番組を大変楽しみにしてます。あなたたちをかっこいいと面白いです。最高の褒め言葉じゃないですか。そうです。かっこいいと面白いのダブルパンチ。ダブルパンチダブルパンチ。See you, she さんって書いてくれました。ありがとうございます。マリオレさんありがとうございます。ありがとうございます。こうやってね、もう皆さんからのメッセージを今後とも英語でもフランス語でも日本語でももちろん紹介させていただきますので、ぜひぜひもういつものねメールアドレスにお送りください。お待ちしてます。ね、質問にも答えていきたいですもんね。さてかなさん、はい、次回はね、次回は今回の好きな絵に似たものと少し関連して、あとはエーサー祭りにもちょっと関連して、皆様にこの斬新の魅力と沖縄の中での存在をぜひお届けしたいと思いますので、ぜひお楽しみに。それでは See you, シーサー。なんかね、髪が伸びてね、どんどんシーサー寄りになってるかもしれない僕も。目指せシーサー。目指すシーサー。